皆さんこんにちは、さちこです。オンラインでアニメや漫画が好きな人に日本語を教えています。日本語を勉強している人によく日本語の勉強にいい先生のおすすめは何ですかと聞かれるんですけど、今日はその一番のおすすめの漫画を紹介したいなと思っています。おすすめの漫画なんですけど、これ見えますか？これは白熊カフェという漫画です。見てください。すっごい可愛いですよね。はい。主人公の白熊ですね。白熊くんなんですけど、この、パンダ、ジャイアントパンダの、パンダくんもよく出てきますし、それから、このペンギン、クマも、たくさん出てきます。ストーリーは、この白熊が、やっている、カフェですね、カフェをやっている白熊なんですけど、そのカフェにいろいろな動物たちが、そして人間たちが来てお話しするという優しいストーリーです。ジャンルは英語で、Slice of Life、日本語だと日常系とかゆる系、ゆるかわ系、ほのぼの系と言うんですが、いつもの生活のシーンを、描いている漫画です。緊張するシーンは、ほとんどありません。リラックスして見られる漫画ですが、コメディなので、とても面白いです。私はいつも鬼滅の刃ですね。この鬼滅の刃とか、それから呪術廻戦とか、バトル系の漫画を、たくさん読んでいるので、ドキドキしたりとか怖くなったりしてしまうんですが、時々こういう日常系のゆっくりした漫画を読むと心が温かくなります。特に動物園で、このパンダくんがですね、動物園のパンダのアルバイトをしているんですけど、この、お仕事のエピソードがすごく面白くて私のお気に入りです。パンダなんですが、人間みたいな心でお客さんを楽しませようという気持ちがとても素敵、動きも面白いです。そして、主人公の白熊くんは本当にコメディアンみたいで、みんなをいつも笑わせてくれます。この漫画は、とっても人気なので2012年に、アニメにもなりました。面白くて動物たちが可愛くて、それだけではなくて日本語を勉強している人にもぴったりだと思います。今日はどうして日本語を勉強している人におすすめなのか、その5つのポイントを紹介します。吹き出しが横書き。皆さんは日本語の漫画を読んだことがありますか？縦書き、バーティカルライティングですよね。上から下に読むというのが普通です。でも縦書きって日本語以外はあまりないですよね。他の国の漫画は全部横書きです。でもこの白熊カフェの漫画は横書きなんです。これはとっても珍しいことで、私はプロの漫画家が描いた横書きの漫画を他にあまり見たことがありません。ですから、これはですね、縦書きにまだ慣れていない人、あまり漫画を読んだことがない人にもとてもお勧めできると思います。2番、会話が日常生活で本当に使うものが多いということです。最近の人気漫画はだいたいファンタジーやバトル系が多いと思うんですが、やっぱり日常生活で使える単語はとても少ないです。ファンタジーの言葉や古い言葉、悪い言葉、失礼な言葉もたくさんあって、普段の生活では使ってはいけない単語が多いです。私も昔スター・ウォーズの映画を見て英語を勉強したことがあるんですけど、全然使わない言葉がたくさんありました。それと似ています。この漫画はとてもリアルな会話が出てきます。
例えばですね、この漫画に狼と虎、この2人のこの2匹は友達なのですが、久しぶりに会うシーンがあります。狼、元気にしてたか？虎くん、よ、ずいぶん太ったね。いやー、嫁の作る飯がうまくてな。幸せ太りか。こうした、会話があるんですけど、これはかなりリアルです。日本人のおじさんたちもこれに近い会話をよくしています。教科書ではこんな自然な会話は勉強しませんから、すごくいいと思います。またファンタジーでは一つのセリフがとても長かったり、例えばハンターハンターや呪術廻戦などは漫画の中にゲームが出てくるんですけど、そのゲームのルールがとても難しくて、日本人でもあまりわからないことがあります。でもこの漫画は会話や説明がとてもシンプルで、きっと最後まで読むことができると思います。1話完結。ちょっと難しい言い方をしましたが、1話完結というのは一つの短いストーリーがたくさんある漫画、アニメ、小説、ドラマのスタイルのことを言います。この1話完結は長い長いストーリーでずっと続く漫画に比べて読むのが楽です。わからないシーンが続いて大変になってしまったら別のエピソードを読めばいいので、漫画の勉強がしやすいと思います。4番、漢字全部に振り仮名がついている。漫画には全部の漢字に振り仮名がついている漫画とほとんどついていない漫画があるのを知っていますか？例えばこの鬼滅の刃なんですが、少年ジャンプですね。少年ジャンプという雑誌でやっていた漫画です。少年ジャンプは子供も読みますから、漢字には振り仮名がついています。同じ、ジャンプグループの、漫画でも、このゴールデンカムイには、漫画はほとんど振り仮名がついていません。特別な読み方や名前はもちろんついていますが、それ以外はついていないんです。どうしてついていないかというと、この漫画のターゲットが大人だからです。日本人は中学を卒業する15歳までに2100文字ぐらいの漢字を勉強して覚えます。ですから大人の漫画には今まで勉強した漢字の振り仮名がついていないんです。日本語勉強のビギナーは子供も読む漫画を読んだ方がいいと思います。この白熊カフェは子供も読む漫画なので全部に振り仮名がついています。漢字を読むのがまだ苦手だ、難しすぎるという人にもおすすめできます。5番、言葉遊びやジョークがたくさんで似ている言葉を覚えられる。さっき主人公の白熊くんはコメディアンみたいで面白いと言いました。白熊くんは似ている言葉をたくさん使って人を笑わせるのが上手なので、似ている日本語を覚えることができます。例えば白熊くんはこの花なんて名前だろうとパンダくんに聞くシーンがあります。パンダくんがムスカリと答えると、白熊くんがマサカリという斧を持ってきます。パンダくん、それはマサカリ。白熊くんは今度はコアラとユーカリを持ってきます。パンダくんはそれはユーカリ。白熊くんは次に貝のコスプレをします。パンダくんはそれはヤドカリと言います。こんな感じで白熊くんとパンダくんはムスカリという花に似ている言葉で遊ぶんです。これがとても勉強になります。絵もあるので、これがヤドカリか、これがマサカリかと
新しい言葉でもよくわかります。ということで、今日は白熊カフェを、紹介しました。皆さん、読んでみたくなりましたか？一つだけ注意なんですが、この漫画は他の漫画に比べて簡単でビギナーにいい漫画と紹介しました。それでも日本語を何も勉強したことがない人にとっては難しいです。このビデオを字幕なしで見た人なら大丈夫です。元気1のグラマーを勉強しながら読むのがおすすめです。このビデオが皆さんの日本語の勉強に役に立ったら嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。ではまた。